はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年9月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。今月は15日から東京ゲームショウが開催されます。この録音が14日なので多分もう開催されていると思います。Steam 特設会場もあったり Steam デッキの私有もできるみたいです。行かれる方は楽しんできてください。20日の午前2時からはハック&スラッシュや派手なアクションゲームの祭典バッシュフェスが開催されます。セールはもちろん近日登場予定の体験版などがピックアップされるのでチェックしてみてください。お知らせですが、新しくメンバーシップを始めました。新規で立ち上げたばかりで手探り状態ですが、メンバー限定の Steam グループコミュニティの方でも情報発信や情報共有をしているのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにアブソリュートタクティクスドーターズ・オブ・マーシー。カジュアルに楽しめる戦略重視のシミュレーション RPG。魅力的なストーリーと戦略的なバトル、パズルやクエストを備えたターンベースのタクティカル RPG アドベンチャーです。戦争に苦しむ世界ヌーセリアを舞台に、主人公のハクスリーと愛犬マックスが謎の軍団から故郷を守るために仲間を集め平和を取り戻す物語が描かれます。ヒーローたちは21種類のクラスごとに異なる攻撃やスキルを使用でき、さらにデュアルクラスも可能と幅広いキャラクターカスタマイズを楽しむことができます。各キャラクターの能力を最大限に引き出し、様々な敵や巨大なボスモンスターに立ち向かう戦略重視のシミュレーション RPG。 体験版もありますが日本語には対応していません。アブソリュートタクティクスドーターズ・オブ・マーシーは2022年9月16日リリース予定日本語対応の作品です。ソウルスティス。暗黒の世界を舞台に姉妹が戦うアクション RPG。 ブライアとリュウと2人の姉妹がキメラとして生まれ変わり、突如として世界に現れ人々の肉体に取り付くレイスから世界を救う物語です。2つの魂が融合した戦士キメラ、姉のブライアには超人的な力と回復力が備わった代償として、妹のリュウとは神秘的な力を持つ霊体となってしまいます。本作は姉妹それぞれの能力を組み合わせた多彩な戦闘システムが特徴で、ブライアのハイスピードかつスタイリッシュなコンボやリュウとの異世界の能力を使い凶暴な敵が待ち受ける暗黒の世界を進んでいきます。道中で取得できるアイテムを使って姉妹それぞれ独自の能力やスキルをアンロックすることができ、新たなコンボスタイルや特殊な能力を獲得していく成長要素もあります。ストーリーも姉妹愛を描いた結構シリアスな物語が展開していくようです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ソウルスティスは2022年9月20日リリース予定日本語対応の作品です。ポーションパーミット。スローライフ的な錬金術師 RPG。 プレイヤーは医師会から派遣された薬剤師となって最新の錬金術を使ってムーンベリーの住人を病から救うといった物語。しかしムーンベリーの住人は伝統的な文化や生活を好み、外の世界に対して警戒心の強い住民ばかり。プレイヤーは相棒の犬と共にムーンベリーに移り住み、町の住民との関係を築きつつも、薬の素材を求めて時には危険なモンスターと戦い、町の人々の健康状態を改善させていくことで住民たちは少しずつ心を開いてくれるようになっていきます。自分のペースで自由にゆっくりと進めることができるスローライフ的な RPG。 体験版もありますが日本語には対応していません。ポーションパーミットは2022年9月22日リリース予定日本語対応の作品です。ノープレイスフォーブレイバリー。一筋縄ではいかない赤狼風 2D アクション。美しい 2D ドットで描かれたファンタジー世界を冒険していく本作は見下ろし視点で展開し、元兵士の主人公ソーンが謎のウォーロックに連れ去られた娘リーフを取り戻すため再び剣を取り冒険に挑む物語。戦闘アクションは赤狼風という通り縦によるブロックやパリーをメインにハイテンポで骨太な戦いが繰り広げられていきます。
物語は大人向けのストーリーとなっているらしく、ドット絵であるものの血しぶきが舞い散ったり、戦闘不能な敵を処刑することでアイテムを獲得できたりと、重みのある物語と合わせてゲームもハードなものになっています。道中にはセーブやスキル習得、回復アイテムの補充ができるバトルメモリアルも多数存在するので、リプレイ性は良さそうです。ノープレイスフォーブレイバリーは2022年9月22日リリース予定、日本語対応の作品です。シリアルクリーナーズ、犯罪現場掃除人ステルスアクション。1990年代のニューヨークを舞台に、犯罪現場の後始末を生業とする4人の掃除人、シリアルクリーナーズを描くステルスアクションゲームです。4人は掃除人として裏社会からの危険な依頼を受け、警察の目をかいくぐって犯罪現場から遺体や致命的な証拠をきれいに消し去っていきます。各キャラクターは異なるスキルや特性を持っており、マップごとに使い分け、困難な依頼の達成を目指す。また、90年代のスタイルを意識したデザインやグラフィック、BGM なども昔の B 級映画みたいでいい感じです。シリアルクリーナーズは2022年9月22日リリース予定、日本語対応の作品です。スライムランチャー2、スライムを捕獲育成するアクションアドベンチャー。古代のテクノロジーや未知の自然資源でいっぱいの虹の島レインボーアイランドを舞台に、主人公ベアトリクス・ルボーとなって新種のスライムを発見する冒険に出発します。島では美しい温室を建設し、スライムを集め牧場を作り、ガーデニングといったライフシムを楽しみながらも、島の秘密を解き明かし、真実に迫っていく物語が展開していきます。ゲームはフィールドにいる野生のスライムをバキュームパックで吸い込んで捕獲。スライム以外にも餌となる野菜なども吸い込むことが可能です。捕獲したスライムに餌を与えて飼育することで、スライムはプリットと呼ばれるアイテムを生産し、このプリットを売却することで、この世界の通貨ニューバックスを獲得でき、バキュームパックのアップグレードや新たなガジェットの製造などが行えます。前作も圧倒的に好評なユニークなスライム捕獲育成アクションアドベンチャー。スライムランチャー2は2022年9月23日リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ディオフィールド・クロニクル、独自の世界観を構築したリアルタイムストラテジー。スクエア・エニックスが送る完全新作となる本作は、ファンタジー、中世、現代を融合した世界観やグラフィックと、それに相まったジオラマティックなアニメーションで壮大かつ奥深そうな物語が展開していきます。ストーリーは説明すると長くなるのでかなり端折って話します。神の住む島と呼ばれるディオフィールドにあるオルティア王国の第4王子レバンティアが何者かの襲撃により殺害されてしまう。その場に合わせたレバンティアの友人フレドレッドと自重兼護衛であったアンドリアズが後に傭兵団となり、国と民の平和のため戦いに挑むといった物語。ゲームは傭兵団の拠点をメインにしたアドベンチャーパートからミッションを選択してリアルタイムバトルに突入。戦闘はリアルタイムで進行し、歩兵、騎兵、狙撃兵、魔術兵4種類の兵科や武器、スキルなどを考え、各ユニットの特性を生かした立ち回りが重要。また敵の背後から攻撃すると与えるダメージが大きくなるバックアタックや魔攻玉と呼ばれるアイテムを使用すれば召喚獣を呼び出し広範囲に大ダメージを与えるなど、状況によって様々な手段で戦うことができます。各キャラクターにはレベル、スキル、アビリティといった成長要素、さらには武器開発、魔攻玉の研究といった要素もあるみたいです。スクエア・エニックスらしいとにかくスケールの大きな作品。体験版も日本語で遊べ、セーブデータの引き継ぎも可能ということです。ザ・ディオフィールド・クロニクルは2022年9月23日リリース予定、日本語対応の作品です。テラ・インビクタ、エイリアンから地球を守る SF ストラテジー。物語の舞台はエイリアンの脅威が近づきつつある地球。人類は太陽系に迫るエイリアンに対抗すべく準備を整えていくのですが、一丸となることはできず、それぞれに異なる目的や特性、政治的スタンスを持つ7つの派閥に分かれてしまう。プレイヤーはこの7つの派閥から1つを選択し、対立する派閥との争いを勝ち抜き、地球の国々を掌握するだけではなく、宇宙艦隊を建造しエイリアンとも対峙しなくてはなりません。ゲームは外交や内政を駆使して地球の国々に対する派閥の影響力を強め、
地球を支配しながらも太陽系を植民地化するため宇宙進出へ向けて準備を進めていきます。舞台は地球上だけでは終わらず、300を超える惑星にある資源や基地建設をめぐって太陽系全体で競い合っていくことになる SF ストラテジー。先行プレイをさせていただきましたが、日本語訳がまだちょっと完全ではない印象です。体験版も日本語見たいようです。テラインビクタは2022年9月27日リリース予定、日本語対応の作品です。ケーナブリッジオブスピリッツ。探索と戦闘を組み合わせた物語重視のアクションアドベンチャー。2021年9月 PS やエピックからリリースされた作品です。プレイヤーは現世にとどまる魂を導くスピリットガイドケーナとなって、聖なる山の神殿を見つけるためロットと呼ばれる小さな精霊とともに幻想的で美しい世界を冒険していきます。ポップな見た目の割にはやりごたえのある作品となっており、近接攻撃や弓矢による遠距離攻撃、回避やパリーを駆使して戦う戦闘システムのほか、ギミックを利用した謎解きも豊富に用意されています。もともとはアニメーション制作スタジオとしてスタートしたらしく、ピクサーっぽいキャラクターデザインが印象的な作品。ケーナブリッジオブスピリッツは2022年9月27日リリース予定、日本語対応の作品です。ロストインファンタランド。デッキ構築と単性シミュレーション RPG。8×8 のマス目で構成されたフィールドで、デッキ構築と単性シミュレーション RPG を融合させた 2D ドットのローグライクシミュレーション。戦士、魔法使い、トリックマスターといった職業の中から一つを選択し、ランダム生成されたマップを進んでいきます。マップには戦闘マス以外に体力回復できる休憩マスやイベントマス、ショップマスなどが存在。この辺りは従来のデッキ構築ローグライクと同じ感じです。戦闘はカードを使った単性シミュレーションとなり、攻撃カードや防御カードをうまく使い、フィールド上にいる敵を倒し、最終地点にいるステージボス攻略を目指していきます。戦闘に勝利することでゴールドや新たなカードを獲得でき、戦闘、イベント、ショップで手に入るカードをうまくやりくりしながら強力なデッキを構築していくローグライクシミュレーション。ロストインファンタランドは2022年9月27日リリース予定、日本語対応の作品です。ドームキーパー。ローグライクサバイバルマイニングゲーム。宇宙ドームを防衛しながら地下に潜って資源を採掘しつつ、資源を使ってドームを強化し、ウェーブごとに襲来するエイリアンから生き残りを目指すゲームです。ドームの地面を掘り進めていく採掘とエイリアンの襲撃を耐え抜く防衛を交互に行ってゲームは進行していきます。プレイヤーはウェーブとウェーブの間で採掘を進めることになり、限られた時間の中で効率的に地面を掘り進め、いかに資源を持ち帰るかがポイントです。一度に持ち運べる資源の量には限界があったり、エイリアンたちがやってくる前に拠点へ戻り遊撃しなければならなかったり、常に計画的に行動しなければなりません。またエイリアンたちはウェーブを重ねるごとに強くなっていくので、集めた資源で基地のアップグレードや採掘を効率化させるアップグレードなども重要。時間に追われながら採掘防衛を繰り返す結構ハードなゲーム。体験版もありますが日本語見たいようです。ドームキーパーは2022年9月28日リリース予定、日本語対応の作品です。デストロイヤーザ・Uボートハンター。Uボートから同盟船団を守る駆逐艦シミュレーション。大西洋の海戦においてドイツの Uボートから同盟国の輸送船団を守る護衛艦隊の奮闘をリアルに描いた革新的な駆逐艦シミュレーション。プレイヤーはフレッチャー級駆逐艦の艦長となり、本物の兵器や攻撃手順を駆使して敵の Uボートを探し出し排除する実戦さながらの体験ができるゲームです。船内にはレーダーやソナー、ナビゲーションツール、プロッティングテーブル、バトルステーションなどの装備が細部に至るまで精巧に作られ、これらの兵器を直接操作して敵の潜水艦を探知排除していくことになります。またタクティカルモードではよりシンプルな操作で戦闘を楽しむことができるみたいです。デストロイヤーザ・Uボートハンターは2022年9月28日リリース予定、日本語対応の作品です。ムーンスカーズ。ダークな世界観で展開する探索型 2D アクション。
ダークファンタジーの世界を美麗なドット絵で表現した本作。プレイヤーは灰色のイルマとなってモノトーンを基調とした世界に入る鮮血が飛び散る激しい戦闘を繰り返し、自身を作り出した造形主を見つけ、自分の存在に関する謎を解き明かしていく物語。ゲームは攻撃、回避、パリーといったアクションを基本に敵と戦っていき、剣を使った通常攻撃のほか、魔法攻撃や特殊武器による必殺技が存在し、状況に応じて使い分け戦いを有利に進めていきます。そこそこやりごたえのある難易度で緊張感のある戦闘と敵を倒す爽快感を楽しむことができます。ムーンスカーズは2022年9月28日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・フリッチーズ・レッド。 VHS 風グラフィックが印象的なサイコロジカルホラー。主人公は副業で家電の修理をしているフランク。ある日、依頼人が持ってきた赤い冷蔵庫を修理することになったフランクは、その冷蔵庫が邪悪な気配を放っていることに気づかず、自宅の地下に置いてしまう。その後、家族には不幸があり、娘のローリーが行方不明になってしまう。フランクは邪悪な気配を放つ赤い冷蔵庫が全てと関係し、娘を取り戻せるかもしれないと考え、地下で赤い冷蔵庫を見続けていたという物語。ゲームは赤い冷蔵庫が登場する6つのエピソードで描かれ、それぞれの体験を通して赤い冷蔵庫の謎を解き明かしていくことになります。得体の知れない不気味な冷蔵庫をめぐる緊張感と恐怖体験が待ち受けています。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ザ・フリッジーズ・レッドは2022年9月28日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ストーンキーパー。 RPG 要素を備えた単性ストラテジー。プレイヤーは王の死後王位を継いだ王女エリザベスとしてグリフォン騎士団を率いてゴブリン、オーク、アンデッドといったモンスターと戦っていきます。グリフォン騎士団は空飛ぶ島にある城を拠点とし、新たな戦士を雇ったり城のアップグレードが可能。また敵勢力の空飛ぶ城と戦闘などもあるようです。戦闘はマス目移動の単性バトルで展開。敵味方ともに様々なユニットが存在し、スキルやアビリティ、マップ上の環境オブジェクトをうまく使い戦いを有利に進めていく戦略性が重要となります。ミッションも豊富に用意され、2馬車の護衛といった任務から敵上の包囲など忠誠と裏切りをテーマにした壮大な物語が展開されます。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ストーンキーパーは2022年9月16日リリース予定日本語未対応の作品です。ライフインウィローデールファームアドベンチャーズ。ダンジョン探索も楽しめる農業ライフシミュレーション。物語の舞台は今では寂れてしまった町ウィローデール。プレイヤーは町長の娘ペニーとなって失われてしまった町の人々の情熱を取り戻し、かつてのように活気で満ちた町に蘇らせるため奮闘する物語です。田舎嫌い、動物嫌いのペニーですが、人々と自然の調和を取り戻すため農園を修復し、新鮮な作物の収穫、家畜の世話を行い、活気あふれる牧場を作りつつも、町の周辺にある森や砂漠、山などへ冒険に出かけ、危険なダンジョンに挑むことにもなります。また、ウィローデールに住む個性あふれる人たちとの交流を通して、希望を失った人々との絆を取り戻し、永遠の友情を育み、誰もが楽しめる街を目指すライフシミュレーション。ライフインウィローデールファームアドベンチャーズは2022年9月18日リリース予定日本語未対応の作品です。There is no light。終末世界を描いたダークファンタジー。世界的な大災害の後、人類文明は荒れ果てた地下の廃墟の中での生活を余儀なくされていました。太陽の光を忘れた人々は、新たな神である偉大なる見て、グレートハンドを崇拝し、新しい宗教社会を築き上げた。数年に一度降臨するグレートハンドは、選ばれた新生児をサンクチュアリの門の奥にある世界へと連れ去ってしまう。グレートハンドにより我が子を連れ去られた主人公は、門を開け、教会が支配する未知の世界で子供を救い出すため、血に飢えた悪魔のようなモンスターや強大なボスに挑む物語。戦闘はスピーディーかつスタイリッシュなアクションで展開し、かなり高難易度なシステム。
剣や魔法による複数の攻撃手段とショートダッシュによる回避をメインに、特殊な攻撃手段で敵にダメージを与えると回復薬をドロップするなど、本作独自のシステムがあり、これらをうまく活用して戦っていく必要があります。本作はすでに公式に日本語化も進められているということで、近いうちに日本語で遊べるかもしれません。There is no Light は2022年9月20日リリース予定、日本語未対応の作品です。ビーコンパインズ。絵本の世界が描かれる物語重視のアドベンチャー。プレイヤーは不思議な絵本の読者でもあり、絵本の主人公鹿の少年ルカとなってまだ見ぬ物語を体験していくことになります。絵本の物語はビーコンパインズという静かな村を舞台に、訳あって祖母と暮らしている12歳の少年ルカと親友ロロがこの街で起こる不思議な出来事を通して描かれていきます。しかし絵本の内容はところどころ抜けており、街を探索することで見つかる言葉が刻まれた黄金のチャームを使って言葉の空白を埋めていくことで、新たな物語を形作るとともにストーリーの展開は大きく変化していきます。物語の結末は複数存在するマルチエンディングとなっており、いつでも分岐点に戻ることができ、より多くの言葉黄金のチャームを探し出すことで新しいルート、新しいストーリーを体験することもできます。複雑に絡み合う物語を通してビーコンパインズに潜む謎を解き明かしましょう。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ビーコンパインズは2022年9月23日リリース予定、日本語未対応の作品です。モノレールストーリーズ。ちょっとした非日常をテーマにしたカジュアルなアドベンチャー。毎日の通勤電車であるモノレール内で起こる人間性、友情、絡み合う運命について、平凡な日常から少し外れた物語が描かれます。本作の主人公となるシルビーとアマールは M 市と L 市に住み、毎日同じモノレールに乗りながらもお互いのことは知らず、時間帯も方向も違います。しかし2人は毎日共有するモノレールを通じていろいろな人と出会い、様々な選択をする中で互いの人生に影響を及ぼし合っていくことになります。接点のない2人のちょっとした行動が他の人の一日を大きく変えるバタフライ効果のような演出がユニークな作品。モノレールストーリーズは2022年9月26日リリース予定、日本語未対応の作品です。ブリューマスタービアブリューイングシミュレーター。材料選びからビールの醸造、瓶詰め、ラベル貼りといった実際のビール製造過程が忠実に再現され、楽しみながらビール作り体験ができるシミュレーターです。プレイヤーは自分の醸造所を設立したばかりのオーナーとなって、醸造家としての腕を磨き、オリジナルのクラフトビールを開発・醸造していきます。ゲームはキャリアを1からスタートさせ、様々な依頼やコンテストに参加しながら、腕を磨き、醸造施設を強化し、最高のビール職人を目指していくブリューマスターモードのほか、自由にビール作りが楽しめるサンドボックスモードが用意されているみたいです。自分だけのオリジナルビールが作れるビール好きにはたまらないビール醸造シミュレーター。ブリューマスタービアブリューイングシミュレーターは2022年9月29日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年9月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。今月は東京ゲームショウにバッシュフェス、来月は私が大好きな Steam Next フェスが開催されるので待ち遠しいです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。